Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。ゆうせいです。2024年7月13日、世界周遊205日目です。ということで今どこにいるかというと、タジキスタンの首都ドゥシャンベに来ているよ。今回は念願のアフガニスタンに移動します。ワクワクと不安とすごく複雑な心情なんで、話したいことがねすごくたくさんあるんだけど、一旦10秒間のオープニングが流れます。レッツゴー。8日間滞在したホテルを今チェックアウトしました。現在の時刻は午前5時。国境が開くのが午前9時なので、それに間に合うように向かいたいと思います。今回のルートを簡単に紹介すると、まずここドゥシャンベの南にあるサホバットバザールっていうところから直接国境に行けるタクシーがあるんですね。なのでそのシェアタクシーに乗ってまず国境に行きます。タジキスタン側はパンジパヨン、アフガニスタン側はシルカンバンダールという国境です。で、アフガニスタンのビザをアライバルで取ることができるので、そこでビザを取って入国。そしてまたシェアタクシーかヒッチハイクかわからないけど、国境から一番近い大きな町クンドゥーズというところに行くのが今日の目標です。今回は同じ宿で出会ったユーワ君と一緒に国境までかな行きたいと思います。楽しみですね。どうですか、緊張あります？そうね、やっぱり、ビザがそもそも取れるのかとか、あとは他の国よりもリスクが高いから、そういう不安、緊張はあるけれども、やっぱり念願のアフガンなんで結構ワクワクしてます。それではとりあえずタクシーを使ってシェアタクシー乗り場に行きたいと思います。ビスミッラーヒロフマーネイラヒン。まずはバザール行きのタクシーに乗りました。メーター制ですね、ちゃんとしてる。タクシーは1人18ソモニなので日本円で270円でした。ということでサホバットバザールに到着です。ここでシェアタクシーを探します。バザールの一角でサモサを買いました。1つ 1.5 ソモニ、2つ買ったので3ソモニ、日本円で45円です。めっちゃ安いね。はい、いただきます。それじゃあ国境行きのタクシーを探したいと思います。どうやらこのバザールの目の前にある地下道を渡って右に行くとシェアタクシー乗り場があるそうです。ということでここがシェアタクシー乗り場です。1人150ソモニなので日本円で2250円ですね。現在時刻は午前6時22分。シェアタクシーなので人数が集まらないと出発しないです。この調子だと国境空いて一番乗りがねできないですね。現在時刻は午前7時。出発です。ビスミッラー。タジキスタン、アフガニスタン国境に到着です。現在時刻は午前9時40分。出発から2時間40分でタジキスタン、アフガニスタンのボーダーに到着しました。こんな感じです。それじゃあね、早速イミグレーションに行きたいと思います。ここがアフガニスタンとタジキスタンのボーダー、パンジ川です。今タリバンのオフィスでこういう紙を書いてもらいました。これ持って一旦不法入国をして銀行に行きます。それでね、銀行でビザ代を支払います。今国境で銀行までどうやって行こうかなと思ってたら、彼らがねいろいろ助けてくれてお菓子くれました。ちょっと状況を説明すると、タリバンのオフィスに2時間ぐらい軟禁されていました。というのもね、彼が今回ガイドを雇っていて、で銀行行くのにね、ガイドと一緒に行くってことで待ってたんですけど、勝手な行動を取るなみたいな感じで監視カメラでね見ていて、それでオフィスに戻ってこいということで、2時間ぐらいオフィスの中にいました。ということでね、やっとこれから銀行に行けます。銀行までは車で約5分だそうです。国境を出て左に進むとこんな感じで両替所があります。 US ドルとソモニ、タジキスタンソモニですね、この2つを両替できます。現在のレート1アフガニーは 2.24 円、
1アフガニ US ドルにすると 0.014 円です。はい、ということでアフガニをゲットしました。ではタクシーで銀行に向かいます。タクシーに80アフガニ払ったので日本円で170円ぐらいです。バンクに来たんですが1時半にならないとオープンしないそうです。現在の時刻は12時48分。銀行が開くまでの40分ぐらい一旦休憩ですね。こんな感じです。手作り感満載のローカルなところですね。なんかタクシーに一緒に乗ってた彼がアフガニスタンのエナジードリンクを買ってくれました。ありがとうございます。それじゃあアフガニスタン最初の飲み物です。結構炭酸強いねこれ。普段エナジードリンクって飲まないのですごく新鮮な味です。はい、それでは時間になったので再び銀行に来ました。ここでビザ代を支払います。ということでこのオフィスでビザ代を支払いました。ちなみにビザ代は5850アフガニ、日本円で1万3000円です。ドルにすると80ドルでした。現在時刻は午後1時48分。やっと全部終わったのでこれからタリバンのオフィスに戻ってビザを発行してもらいます。現在時刻は午後2時、国境に戻ってきました。それではこれからタリバンのオフィスに行ってビザを発行してもらいたいと思います。どのぐらい時間かかるか分かりませんがきっと発行されるでしょう、インシャッラ。ということで現在時刻は午後3時20分。やっとアフガニスタンビザをゲットしました。じゃあこれからイミグレーションに戻って入国審査を受けます。現在時刻は午後3時36分。イミグレーションでスタンプもらいました。ということでセキュリティチェックも終わって無事アフガニスタンイスラム首長国に入国しました。世界周遊21カ国目です。ただ入国したんだけどこの後クンドゥーズという町に行ってビザにオフィシャルスタンプをしてもらわないといけないんですね。でこんな感じで住所を書いてもらったんでここに行きます。現在時刻は午後4時19分。国境からクンドゥーズに向けて出発します。国境で国土交通省の方たちが仕事終わりにクンドゥーズに帰るってことなんでそれで拾ってもらいました。すごくありがたいですね。私たちの大切なゲストだって言ってエナジードリンクをご馳走してくれました。これねアフガニスタン産で結構いろんな国に輸出してるみたいです。美味しい。クンドゥーズまでの道はこんな感じです。現在時刻は午後5時7分。クンドゥーズに入りました。ところどころにチェックポイントがありましたが今のところ外国人に思われないみたいで素通りしています。この辺りがクンドゥーズの中心地です。そんなに大きな町じゃないですね。現在時刻は5時30分。オフィシャルスタンプがもらえるところに到着しました。この建物ですね。はい、ということで5分ぐらいでスタンプをもらいました。これからクンドゥーズの中心地に戻りたいと思います。ということで町の中心地はオートリキシャで行きます。10アフガニなのでだいたい22円ぐらいですね。はい、ということでクンドゥーズの中心地に到着しました。これからホテルをね探したいと思います。この銃を持った人が私を警備しながら一緒にホテルを探してくれてます。ありがたいね。今回泊まるホテルはこちら5スターホテルです。私の部屋はここです。アフガニスタンでは部屋の外で靴を脱いで入ります。ということで部屋はこんな感じ。
ベッドはシングルベッドが1つ。エアコンはなくて扇風機です。テレビと椅子もあります。お風呂とトイレはこんな感じ。正直そんなに綺麗ではないですね。ホテルからの眺めはクンドゥーズの街一望できるんで結構いいですね。 Wi-Fi のスピードはこんな感じ。 840kbps なんで正直速くないです。メッセージだったら問題なく送れます。このお部屋1泊で1000アフガニー、日本円で2250円です。はい、ということでホテルチェックインしたので、これから軽くクンドゥーズの街を歩きたいと思います。5スターホテルはクンドゥーズの中心地にあるので、周りはかなりにぎわってます。なんかバザールみたいになってますね。なるべく早めにアフガニスタンの服、シャルワルカミズを手に入れたいんですが、この辺で作れるかな。 You want clothes? Yes. We have clothes. Okay. Okay. 結構親切な人がね声かけてくれました。こんな感じでね生地があります。生地を選んで自分のサイズで仕立ててくれるんですね。ということでこのネイビーの布にしました。1メートル150アフガニなので日本円で337円です。私の大きさだと4メートル必要だそうです。テイラーはまた別の場所らしいので今連れてってくれてます。なかなかすごいところですね。体のサイズを測ってくれています。すでに午後7時を過ぎているので明日取りに行きます。あとはねアフガニスタンとかパキスタンでよくかぶられているパコールっていう帽子があるんだけど、それもね買いたいです。はい、ということでここもね仕立て屋さん、そして帽子屋さんですね。パコールをね買いたいと思います。これです。帽子こんな感じですね。すごくいいね。このパコール1つ150アフガニ、日本円で340円なんですが、なんとね日本から来たということで無料でくれました。すごくありがたい。今夜のお祈りの時間になったので店じまいしているところが多いです。そして道歩いてる人も半分ぐらいに減りましたね。モスクがどこにあるか分かんないからちょっと行けないけど、さてもうちょっと散策しながらレストラン探します。アフガニスタンの女性は目も覆っているブルカをかぶっている人が多いかなと思ったら、意外と半々でヒジャブかぶっている人も多いですね。結構意外でした。アイスクリーム食べます。10アフガニなので日本円で23円ですね。いいね、美味しそう。ということでアフガニスタンのソフトクリーム10アフガニ払おうと思ったらね、お金いらないよって言ってくれました。ありがたい、本当に。なんかカルダモンが効いてますね。ちょっとスパイスの味がする。美味しい。はい、アッサラムアレイクム。 How are you? Yeah, thank you. いつの間にかこんなに人だかりができてます。子供たちが多いね。ジャパン。Yes. Tokyo. I saw last year Tokyo. Okay. なんかアイス食べてたら20人ぐらい人だかりできちゃって、さすがにね店員さんにちょっと向こう行ってくれって言われちゃいました。本当にありがたいね。私が大好きなチャップリカバブのお店があったんで、今日はここでご飯食べたいと思います。 Okay, thank you. チャップリカバブは日本でいうハンバーグですね。肉といろんな野菜が入ってます。このすごく大きなフライパンで作ります。動画で伝わるかな。ちょっとねフライパンが斜めになってるので油が向こう側に溜まってますね。だから向こうで揚げてこっちで少し焼いて、すごく効率的な調理器具ですね。ちょっとずつ出来上がってきました。いい色してますね。アフガニスタンでは椅子とテーブルじゃなくてこんな感じで床に座るスタイルですね。それじゃあチャップリカバブとナーンと
それからトマトいただきます。美味しそう。この飲み物ヨーグルトですね。美味しい。ちょっと酸味が効いてます。 Taliban security Afghanistan is good. Yes, I think so. So for now Good it's security. really safe. All people happy. Yes. Security Afghanistan. Okay. なんかタリバン政権になってからアフガニスタンの治安がかなり安定したんで、みんな幸せだって前にいる人が言ってます。はい、それじゃあね、チャプリカバブの方もいただこうかなと思います。こんな感じでナンと一緒にいただきます。チャプリカバブそんなに辛くないですね。こんがり上がってるのでものすごく美味しいです。肉は牛肉、中にはトマトと玉ねぎと青唐辛子が入ってます。さっきのディナーすごく美味しかったです。ディナーもお金払おうと思ったらお金はいらないよって言ってくれました。なんだか申し訳なくなっちゃいますね。Hello. それじゃあホテルの前まで来たんで、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。明日は隣のマザリシャリフというところに行きたいと思います。ではぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。